こんにちは、まるみです。今日は試したいことがあるので、車中泊に向かってます。今日はステップワゴンを車検に出したら、ベッドキットの調子が悪くなってしまったので、完全に何もない状態で、より快適な車中泊の仕方を探そうと思って車中泊に向かってます。ちょっと頭の中でいろんなパターンを考えてるから、どうなるか楽しみ。今日は養老に向かってるんですけど、岐阜県の方すごい霧がかかってる。天気大丈夫かな？いつもなら山が見えるはずなんだけど、山が全く見えないですね。雨ならまだしも雪降らないかが本当に心配。よし、岐阜県に入りました。あれ？雨降ってきた。すごい、目の前の山、雪かかってる。続いて、目的地は右側です。よし、到着。温度は今3度です。今日は本当に荷物持ってきただけで全然車中泊仕様にはなってないので、今からちょっと試してみたいスタイルで車中泊をしてみようと思います。車内が整いました。今日は椅子を両方寝かせてヘッドレストを取って、ここに主に座る感じでテーブルを置いて、調理道具、冷蔵庫、もろもろ車中泊で使うものを持ってきました。今はこんな感じで元々の車の椅子を使ってるんですけど、この使い方が自分的には一番形が理想だなと思って、今日車中泊してみて問題なければ、この上にベッドキット作ってテーブルも自作しようかなと思います。だから今日の車中泊が楽しみです。あと今日風暖持ってきました。初めて使うんですけど、ガスで動かすからちょっと車内で使うのは自己責任だし心配なんですが、安全性がすごい高いっていうのと、あとは一酸化炭素チェッカーを持ってきたので、換気しながら使えば大丈夫かなと思います。なのですごい寒くなったら使います。今車内は10度なので寒いけどストーブを使うほどではないかなという感じです。寒いからダウンソックスを履きます。やっぱり底冷えが結構しますね。地面のとこにアルミシートかなんか引いて底冷え対策そろそろしないときついかも。これでとりあえずあったかいです。じゃあ念願のおやつを楽しみます。よし。今胃の調子があんまり良くなくて
薬飲んでるし病院は通ってて胃カメラもしたんだけど、機能性ディスプペプシアみたいな名前のやつで、胃自体は大して悪くないのに胃が痛いみたいな。なので今はちょっとコーヒーを控えてます。だから今日は甘酒、みかん、このままでもいいんだけどね、温めた焼きみかんにすると甘さも増すし胃にも優しいから焼きみかんにします。ベタベタしてきたから糖が外に出てきてる。もうこんなもんでいいかな。本日のおやつは甘酒と焼きみかん。これ米麹でできてるからノンアルで胃にも優しいみたいです。じゃあいただきます。あったまる。じゃあみかん。皮がめちゃくちゃ柔らかい。美味しそう。あったかい。いただきます。あ、すごいトロトロで甘み増してる。めちゃくちゃ美味しいこれ。ごちそうさまでした。いや、美味しかった。すごい美味しいし甘いし胃に優しそうな感じだった。汚れもそんなにないからウェッティで軽く拭くだけで大丈夫かな。ここ一応炊事場もあるっぽいんだけど、まあウェッティで拭くだけで大丈夫そうです。ゴミはまとめてめっちゃお手軽。あまりに寒いので風暖を使ってみます。よし、一酸化炭素チェッカーは OK。 今ね10度です。あとは換気扇回してて換気と給気があるし、あと他にも窓を開けてるので換気の面は大丈夫だと思います。これ標準でやると2時間も持たないぐらいなので弱でちょっとだけ温まります。すごい、すぐ2度上がった。すごいあったかい。でもやっぱ車内でガス使うって私は不安だな。ものの5分足らずで16度まで一気に6度上がりました。つけっぱなしは怖いし、もうあったかくなったので消します。一応顔の真横ぐらいの高さに置いてるんですけど、反応はずっとゼロでした。換気もできてるし大丈夫だと思います。でもね、あくまでも車内でのガス用品は自己責任で。夕飯の準備を始めます。
家から持ってきたキャベツ、さつまいも、全部入るかな。鮭、最近の私のご飯の定番。調理味噌の液体。適当にかけて、みりん適当にかけて、砂糖適当にかけて、液体がこぼれないようにくるみます。よし、隙間に水入れて、こんなもんでいいかな。蓋をして、大丈夫かなこれ。蓋閉まってないけど。まあ、いっか。中火で10分ぐらいかな。よし、できたかな。ちゃんと蒸せてるかな。多分大丈夫っぽい。魚は火ちゃんと通んないとね。わからんな。もうちょいやりましょうか。怖いからね。あと5分やったら十分だと思います。できたかな。あ、蒸し野菜はね、大丈夫そう。さっきよりもすごいちゃんと蒸されてる。問題の魚は、あ、大丈夫。オッケー。よいしょ。ご飯は、お、無事炊けてる。ごまポン。本日の夕飯は蒸し野菜に鮭の味噌蒸しご飯です。しめじの箸置き、これはお気に入り。いただきます。キャベツはちゃんと蒸せてるっぽいな。甘くて美味しい。さつまいももちゃんと蒸せてる。よかった。ホクホクで美味しい。鮭もちゃんと火通ってる。この味付けめっちゃ好きなんだよね。ご飯も炊けててよかった。今回の夕飯は大成功です。と言っても大したことやってないんだけど、蒸しただけとご飯にお水足して炊飯ボタンを押しただけなんだけどね。2026年はいろいろあるけど、目標は健康に生きること。病気はね、ほんと良くないね。体も辛いんだけど、それよりね、心が疲れちゃう。もうね、健康に生きることをモットーに頑張ります。ごちそうさまでした。美味しかったです。ただね、寒くなってきた。だいぶ今ね、時間が8時半だから、お風呂がね9時半までに行けば入れるので、今日はねお風呂にちゃんと行こうかなと思って、体の芯から温まりたい。ここお風呂屋さんにある RV パークだからね、ほんと歩いて1分でお風呂にたどり着けるから、今日はぬくぬくと温まろうと思います。なぜごまポン入れるときにアイラップを引かなかったのか、それがすごい後悔。アイラップさえ引いてればもっと片付け楽なのに。でもそれ以外はね、片付けも一瞬で終わります。よし、無事。じゃあ片付けたらお風呂行こうかな。水たまり踏んじゃった。
今お風呂出てきて、9時半までに入れば10時半に出れば OK だと思って、結構のんびりして9時半ギリギリに行ったら10時に閉店だったから、髪の毛がね、半分以上乾かせてないから、とりあえず乾かします。やばい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 。いつもこぼれちゃうんだよね。わ、めっちゃこぼれてる。どうしよう。どうしようどうしよう。では、そろそろ寝ます。寝袋とかマットとか引いたら、もう車の中がぐっちゃぐちゃで、本当は電気毛布引いて寝ようと思ったんだけど、ポタ電にね、接続するのもちょっともう大変なので、今日はこのまま寝ます。気温はね、8度あるので、まあ下がっても多分3度とかまでだろうから、もこもこのシュラフもあるし、上下ダウン着てるし、中に湯たんぽも入れてるから、まあこれで大丈夫かな。夜中どうしても寒かったら出して頑張って説得して寝ます。今日この椅子の上で座って結構ね、位置的には楽だった感じかな。だからこっち側をベッド作って途中でやめて寝るときにこう延長してこうやってベッドに作れるようにしちゃえばすごい楽なんじゃないかなと思いました。ただね、荷物はちょっと減らさないときつそうですね。あと本当はこの辺に棚を作って電子レンジとかシンクとか作ってちょっとキャンピングカーっぽいギャレーを作りたいなって目論んでますが、私にその技術があるかはわかんないです。ただこの使い方はね、結構良かったですね。椅子の上にずっと座ってると、椅子の背もたれの部分なので壊れないか結構心配でした。という感じで、とりあえずはぬくぬく眠れそうなので寝ようと思います。こういう時スマホで操作できるポタ電本当に便利。では、おやすみなさーい。おはようございます。結局寒くて電気毛布足したらめちゃくちゃあったかくて寝心地最高で、やばい、予定よりも2時間近く多く寝ちゃった。よし、起きよう。今気温は9度で
最低が 3.2 だから夜中 3.2 まで下がりましたね。それでもね、これだけじゃ寒くて、電気毛布と湯たんぽ、洋服は上下ダウンを着て、それでやっとでしたね。寒がりだと、こんなモコモコのシラフでもやっぱ寒いですね。まあでもぬくぬく寝れてよかったです。今チェックアウトしてきて、本当は朝食もね、車の中で作ってご飯食べる予定だったんだけど、お雑煮食べたくて持ってきたのに、ちょっとね、寝坊しすぎちゃって、全然朝ごはん作れなくて。で、本当だったら動画ここで終わりで、観光とかじゃなくて、普通にモンベルに買い物行く予定で、どっかお出かけ車中泊っていうよりは、この使い方をね、試してみたかったからの車中泊だから、ちょっと朝食をついでに食べに行こうかなと思います。今回の目的は、その車の使い方を今まではベッドキット積んで縦に使ってたんだけど、2列目シートを倒した方に座って真ん中にテーブルを置いて使うやり方どうなのかなって思ってたから試してみたけど、ベッドキットちゃんと作ったら意外とありじゃないかなと思って、なんなら足伸ばしたりしやすいし、寝るまでの間はね、過ごし方はすごい良かったですね。ただ寝るときに結局ベッドキットを作るにしても、寝転ぶ時の足を伸ばす場所を展開しなきゃいけないから、そこをどうやって作ろうかなっていうのを昨日ずっと考えてました。ただ今のところね、この使い方気に入ったので、これでベッドキットを作ってみようかなと思います。まあただね、それがいつになることやら、多分1、2ヶ月はかかるんじゃないかな。だからまあ来月ぐらいにはこんなのできましたって動画をね、紹介できたらいいんですけど、今のとこはあれでやろうかなと思います。あとね、レンジ置いたり、シンク置いたり、いろいろ車中泊仕様にしていきたいなと思って。ちょっとね、収納がなさすぎて荷物が溢れ返るので、そこをね、なんとか工夫しないとなと思います。じゃあ今からただの私の休日をお披露目ちょっとだけします。興味ある方はぜひ見てください。順番が7組目なので、先にモンベルでお買い物します。パンケーキめちゃくちゃ美味しかったです。それでね、映画を見ようと思ったんだけど、のんびりパンケーキ食べたら映画の時間30分間違えてて始まっちゃって、もう無理かなと思ったので映画はまた後日にしてモンベルで買い物しようと思ったんだけど、欲しかったのが昨日まではねオンラインで在庫あるの確認してたのになくなっちゃってて、それでこっからね20分ぐらい行ったとこにまた別のモンベルがあるので、そっちに在庫あるっぽいからそっちに今から買いに行きます。ということで、本当にただの私の日常なので、まあここら辺で終わろうかなと思います。じゃあ今からまたモンベルに行ってきます。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ツイッターと
インスタグラムと TikTok もやってるよ。